はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん、回転寿司行ったことありますか？おそらく多くの日本人が一度は行ったことあるのではないでしょうか。今日はそんな回転寿司チェーンの最高発、はま寿司に行ってみます。それでは早速行ってみましょう。群馬の冬の空っ風も本気を出し始めた1月某日、最近やたらとテレビで回転寿司というワードを聞くので、無性に回転寿司が食べたくなり、気がつけばはま寿司へ。お供には暇そうにパソコンを眺めていたいぶし銀銀丸を連れてきました。店内に入ると発券機で席の番号が出されます。店員さんとの接触がなく席に着くことができます。店内のアナウンスは聞き覚えのある声優さんの声ですね。はま寿司とはすき家やココスなどを運営する全商ホールディングスが展開する回転寿司チェーンです。スシロー、くら寿司、かっぱ寿司などの回転寿司チェーンの中では最高発で2002年10月に設立され、現在では店舗数570店舗を展開し、業界第2位に上り詰めています。20年くらいで店舗数570店舗はすごすぎますね。さすが全商といった感じです。はま寿司の浜は全商の発祥の地、横浜の浜と全国の浜の意味があるそうです。意外にも1号店は栃木県足利市だそうです。群馬と同じく海なし県だからこその寿司への思いは強そうですね。まずはお茶を作って体勢を整えます。手をしっかりと拭いてコップを取ってお茶の粉を入れてお湯を注ぎます。店内異常なし。お昼も過ぎて現在3時頃なので店内も静かですね。逆に落ち着いて食べるなら狙い目かもしれません。それでは早速オーダーしていきましょう。オーダーはすべてタッチパネルで行います。昼間からビールいただきます。ビールは店員さんが席に持ってきてくれます。この明るいうちに飲むビールは背徳感があって体に一気に染み渡ります。これも仕事なので許してください。仕事って大変だなぁ。テーブルにはたくさんの種類の醤油が置かれています。こんなたくさん醤油があるとついつい色々試したくなりますよね。一つ一つ細かく説明も書かれています。他にも調味料がたくさんあるので自分好みに合わせてアレンジができるのもありがたいですね。早速注文した商品が到着です。まもなく到着します。お取り忘れにご注意ください。今の時間だからかレーンには他の寿司は回っていません。現在はま寿司の多くの店舗ではストレートレーンという方式が採用されていて、お客さんが注文したお寿司が席に直接届くようになっています。今はなんとレーンをお寿司が回っていない店舗が9割くらいだそうです。ここはまだ回転式のレーンですが、今従来のレーンも新しく入れ替えているみたいなので、ゆくゆくストレートレーンになる日も近いかもしれません。回らない寿司連れてってやるよって反応に困るギャグを上司に言われた人もいそうですね。まずはマグロです。はま寿司では主に40キロ以上の天然のマグロを使用しています。マグロの旨味を感じられて、これで100円は安すぎです。最近多くの回転寿司チェーンで値上げが行われましたが、それでもまだこの価格は企業努力の賜物ですね。これは甘いです。次はサーモンです。メニューを見てもサーモン関連のメニューが結構豊富ですね。大型のアトランティックサーモンを使用し、店内で1枚ずつカットしています。さっぱり系からこってり系に変えていくとか、寿司の食べる順番にこだわりある人もいるかもしれませんが、好きなものを食べたいものを好きな順番で食べる。これが正解ですよね。次は甘エビです。何かの記事で読みましたが、何でも甘エビは結構原価が高いとか、少しでも得をしようとついつい原価高めなものを食べちゃいます。ねっとりとした甘さのある身が口の中でとろけます。次はエビアボカドです。シャリ、ボイルエビ、アボカド、マヨネーズ、玉ねぎという足し算レシピはシンプルだけど計算されています。組み合わせは子供から大人まで幅広く楽しめます。ヘルシーだけどヘルシーじゃない寿司のツンデレが嫌いじゃありません。続いて追加の注文です。第2陣は肉寿司をメインで注文です。先に紅鮭イクラ包みです。海苔、シャリ、その上に贅沢にたっぷりイクラが乗せられています。口の中で弾ける食感がたまらないですね。次は黒毛和牛握りです。写真よりも肉厚な気がしますね。逆写真詐欺です。これは甘タレでいってみましょう。あれこれ合ってますかね？噛むごとになんだかハーブのような香りを感じます。これローストビーフではないですよね。甘いタレとはよく合います。次は豚塩カルビです。なんだか食べたことある味がします。あれです、あれ。某コンビニにある
塩レモンだれのネギ塩豚カルビ弁当の味です。ここで飲み物を芋焼酎のお湯割りに変更です。グラスの半分くらいに焼酎が入っていて、これをテーブルのお湯を注いで完成させる仕組みです。この焼酎の量は太っ腹です。案の定、お湯をたっぷり入れてもかなり焼酎濃いめです。ありがたいですよね。でも、焼酎のお湯割りは結構熱々で飲みたい派なので、もう少し焼酎が少なくてもいいかもしれません。もし頼む方は、お茶の湯飲みに分けて、2杯に分けて飲んでもいいかもしれません。次は牛カルビです。おー、これもどこかで食べたことある味がします。あれです、あれ。某牛丼チェーンのキムカル丼です。はま寿司に来て他店の例えで申し訳ないですが、すごく食べたことがある味がします。キムチが欲しくなりますね。メニューを見てみると結構肉寿司が多いですね。すき家を運営しているので肉の仕入れのルートもこだわりがありそうですね。そろそろ締めに向かいます。貝節塩ラーメンです。これはさっぱりとしていますね。スープを口に含むと貝の出汁がしっかりと効いていて、貝の旨味が口いっぱいに広がります。麺は縮れ麺で、具はチャーシュー、煮卵、ネギのみですが、値段380円を考えると満足です。麺の量は少なめなので、ちょっとお寿司にプラスして、味噌汁の代わりとかでちょうどいいですね。次は鴨そばです。そばに鴨は鉄板ですね。この前、鴨鍋の締めに食べたそばがうまかったので、追加注文です。結構甘めの出汁ですね。鴨は3枚も入っています。280円で鴨肉3枚ってどうやったらそんな錬金術ができるのか不思議です。DX 化による人件費の削減など見えない企業努力がありそうですね。麺はかなり柔らかめで好みが分かれそうです。甘めの出汁は柚子のアクセントがいいですね。七味をかけてもよく合います。やっぱりあと少し何か食べたいということで炙りサーモンチーズを追加です。今ではどこの回転寿司でもこういった創作系の寿司が多くありますよね。チーズとサーモン、マヨネーズ、小学生が好きそうな組み合わせにおっさんの心も童心に戻ります。欲を言えばあと2秒チーズを炙って欲しかったです。これもお好みで七味を軽く振ってもいいかもしれません。こういった回転寿司の創作系の寿司は寿司とはまた違ったカテゴリーの料理かもしれません。これからの進化や新たな創作寿司も期待ですね。以前行った魚べいではガリも注文方式でしたが、はま寿司ではテーブルに備え付けです。牛丼屋の紅生姜と回転寿司のガリが好きなブッチャーとしてはありがたいです。ふと銀銀丸を見てみると愛媛県宇和島産クエを文字で上品にいただいています。寿司は塩で食べることで素材の味が引き立つんですよ。クエの良さが十分に味わえます。食通ぶって生きる銀銀丸をよそめに焼津産かつおだしの特製茶碗蒸しをオーダーです。シンプルな商品名が多い回転寿司の中で長めのネーミングはこだわりを感じて美味しそうに見えてきますね。具材は椎茸、タケノコ、銀杏など定番の構成です。普段あまり食べないのに久しぶりに食べると美味しいってなるランキングトップ10に茶碗蒸しは入りますね。結構柔らかめでほぼ飲み物です。一通り食事も終えて最後はホットコーヒーです。この食後のコーヒーまで楽しめるのが最近の回転寿司の良さですね。コーヒーときたら甘いデザートは必須です。卵プリンでフィニッシュです。プルンプルンに踊る可愛らしいプリンの登場です。スプーンですくうと見た目よりも弾力があり固めのしっとりとしたプリンです。カスタードプリンっぽいですね。懐かしい味がします。これならあと 2,3 個は食べられそうです。ほろ苦いカラメルと甘いプリンがよく合います。その頃銀銀丸はまた回転寿司をスタバと勘違いしているようで仕事の電話中です。さっきまで暇そうにパソコン眺めていたのにアピールがすごいなこいつということで一通り食事は終了です。この値段でこのクオリティが維持できるのが本当にすごすぎます。入店はセルフでお茶もセルフ、注文はタッチパネルで寿司はレーンで運ばれてくる。テーブルにはたくさんの調味料があることで追加で店員さんが呼ばれることはない仕組み。これはきっとお客さんの協力があることで成り立つ回転寿司という日本が作り上げた一つの文化なのかもしれません。これからもこの安くて美味しい文化を続けていくためには一人一人のモラルが大事なのかもしれませんね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。
はま寿司いかがでしたか？これからも回転寿司パトロールを続けていきます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。